ここは都内にひっそりと佇む食の研究施設。所長の鹿神が研究員たちと共にジビエの魅力を発信します。アクチュアリーマーケット。本日のテーマは、人との関わり方が生んだ市街地に出没するクマとは。佐藤教授、最近アーバンベアという言葉を聞いたんですけど、これってどういうクマのことなんですか？市街地とか、その人の生活圏の近くに暮らしていて、何かのきっかけで、簡単に人の生活圏に入ってきちゃうようなクマのことを、アーバンベアと言っています。なんで人の生活圏にそんなに簡単に入ってきちゃうんですか？例えば札幌市のような地域が典型ですけれども、今山際の住宅地っていうのはクマがいない頃にできてますので、そこに引っ越してきた人たちっていうのはクマとどう付き合えばいいかっていうような付き合い方を知らない人たちが暮らしていることが多いわけですね。ずっとクマとの付き合いが身近だった農村部では、ちょっと出てきただけでも駆除、そういう付き合い方をしていたのに、そういう付き合い方の歴史がなくて、しかも野生動物は大切にしなきゃいけないし、極力捕獲しない方がいいことだって、そんな教育を受けてきているので、極力手を触れずに来たわけですね、被害が出るまで。その結果、人の生活圏のギリギリまでクマが暮らすようになり、誰にも追いかけられないし、撃たれそうになるような命の危険を感じたことがないクマたちが多いですから、結果としてあんまり人を気にしなくなるわけですよね。例えば去年のようにどんぐりが凶作みたいなことが起きると、それがきっかけとなって、じゃあ山に餌がないから里の方に探しに行こうかな、また市街地の方ちょっと出てみようかなと。だけど別に人怖くないからそこに出ちゃいけないっていう意識もあまりないよと。クマが人を怖がるという関係性が崩れてきてしまったということなんですね。そこを取り戻していかないと、もう少し緊張感ある関係を、裏の山にいるクマたちが人間はちょっと怖いと思っててほしいですよね、やっぱり。そのために少し、捕獲を強くしてでもちょっと距離感を保つとか、いい関係性を作るような対策が必要なんじゃないかなっていうようなことですかね。ジビエから始まるアクチュアリー式社会解決プロジェクト、ご期待ください。